雪山が一番足腰鍛えられるんですよ。ぜひ今度雪の時来てくださいよみたいな。なんでそんな変に沈まないの、コツがあるんですよみたいな。バッチリスイッチャー、なるほどみたいな。できねえだろこれみたいなことも気づいて足跡取ったらできてるみたいな。来年は結婚するんでしたっけ。Welcome to リンヤチャンネル。リンヤチャンネルです。今日は青森にヘンリーと雪山登りに行った時について動画を差し込みながら、なぜこんなことをしてるのかっていうことについてちょっとゆるーく喋っていきたいかなと思いますね。ヘンリー前の動画にも出てきて、なんでこう青森にわざわざ行って山登りをしたりするのかっていうことについて話してるんですけど、その時の動画で実際にこう撮影スタッフが雪山登山についてきてへばりながらもついてきてこうヘンリーと登った動画があるんで、それ見ながらちょっと振り返っていこうかなと思います。埼玉生まれなんで、育ちも埼玉だからそんなにこう雪がズボズボっていうのは経験してこなかったんですけど、青森とか北海道とかすごいじゃないですか、最初雪山登山何の意味がみたいな。やっぱそういうふうに思ったんですか。いや寒いだけじゃんみたいな、っていうふうには思ってたんですけど、ヘンリーがいやリアさんみたいな、いや雪山が一番足腰鍛えられるんですよみたいな、すごい説明してくれたんですよね。雪山は足腰鍛えられるし、登った時の景色が一番綺麗なのも冬だし、いろんな意味でいいと思うんで、ぜひ今度雪の時来てくださいよみたいなって言われて、最初は雪山かと思って、ちょっと覚悟して行ったんですけど、スキーとかもあんま好きじゃなかったし、いざ登ってみると最初まずびっくりしたのが、僕70キロぐらいでこう歩いてますよね、でうわズボズボズボとか言って足取られて、最初10分ぐらいでめっちゃヘンリーのペース速すぎてゼーゼーしてたんですよ。ちょっときっちいなと思ってヘンリー見たら俺より沈んでないんですよ。僕の半分ぐらいで。でも体重で考えたらおかしいじゃないですか、なんでそんなヘンリー沈まないのって言ったら、コツがあるんですよみたいな、呼吸と重心とみたいな。それ聞いた時点で俺バチンスイッチャー、なるほどみたいな、対自然はやっぱそこだよなみたいな、そこがこう磨かれてないとどんどん消耗させられるなと思って、僕もそこからどういう呼吸法でどういう歩き方と重心移動で歩けばズボズボ埋まらずスムーズにこうヘンリーみたいに登っていけるかをずっと考えながらずっと登ってたんですね、それ自体もすごい身体操作のいい勉強にもなるし、なおかつその中で結構ゼーゼーするんで、雪に対してちょっと気配を消してこう歩くような歩き方をしないといけないです。エネルギーはガンガン発しなきゃいけないけど気配を殺すっていうのがなんかちょっと無理やりかもしれないけど格闘技に近いみたいな、だから共通性を感じてすごい面白いなって思ったんです、初めて行った時、で超ハマって、没頭してこうガーって登って、その頃にはもう寒さなんてないじゃないですか。もう集中して暑いみたいになってきて、どんどんこう登ってって、気づいたらリナさん見てくださいみたいな、パッて見たら超景色が綺麗で、周りも音も何もない状態です。感じたじゃないですか、無音の世界、なんか心が洗われる感じもその時感じたんですね、バッて後ろ見て。これはすっごいいいなと思って、そのメンタルヘルス的にもそうだし、格闘技に対してもいいなと思ったし、びっくりしたんですね、そこから雪のあるシーズン行ったのは2回ですけど、割と毎日行った日は山に登って、夜は雪の中でサーキットするみたいな。ヘンリーの家に行ったら、リナさん今回母親が大木切ってサーキット場を作ったんで楽しみにしててくださいヘンリーお母さんブラジル人なんで、大木切ったよとかトレーニングしたあれでみたいな毎日聞いてくるみたいな。本当にこう丸太の上にこう大木かかっててプッシュプレスみたいなのとか引く系もできるように木でなってて、でも雪の中をダッシュするみたいな種目も入れたりして、グラウンドダッシュできるのとまた違うじゃないですか、その中でいかに急ぐかっていうことも入れたり、雪のちょっと滑るようなところで全力シャドウをやったりとか、ロシア人がこんなずっしり構えてる理由も分かるわとかこうやりながら話してたりして、足取られる中で一回自分の重心保って攻撃を早く繰り出すかっ
っていうのもなんかやっぱ普段にはない刺激の角度で入るから、はより集中するし空気も何せ超いいんで、なんか心拍数のリカバリーも早いですよ、ああいうとこは。今回の雪山動画の中で、はいヘンリーがショートカットしましょうみたいなので崖、もうはい雪崖みたいなのとこ行ったりとかしてるんですけど、ああいうのもまあ毎回ああいうことをするんでイレギュラーなことを入れてきますね、はい、これぐらいの坂で結構超えたかなと思ったらヘンリーが違うルート指定してきて、はい、ちょっとあっちから今回今日登ってみましょうとか言って、そこがもうこんなんになってたりするじゃないですか。登れんのって思うけど、はい、その時になったら一歩一歩登っていくじゃないですか。そうですね、はい、そうなんか自然相手に「うわできねえだろこれ」みたいなことも気づいて足跡取ったらできてるみたいなことも、はい、なんか意識の壁一個破るじゃないけど。そうですね、はい、あの時も結構でしたよ私からしたらでしょうね、はい、でしょうね、はい、だからすごい大変だったと思うんですけど。そうですよね、はい、まあでも楽しかったですけどね、はい、あとなんかこう途中で木に登り出したよね。登ったっすね。なんで登ったのかって言ったらそこに木があったからみたいなかっこいいこと言ってたけど、はい、ああいうこともやっぱりしちゃうんだよね。それはもう山遊びの特権ですからね、はい、だからまあトレーニング兼まあ遊び自然とじゃれるみたいな、はいはい、まあ、トレーニングも遊びですからね、そんなこと言ったら、はい、まあ、楽しく普段とは違った角度から刺激入りつつポジティブに頑張れる環境なのでやっぱ定期的に行きたいし行ってますね。午前はああいう感じでカーディオ、まあちょっと心肺系を刺激入れて、はい、午後はもうがっつりダッシュ系やったりとか雪山をとかを、はい、やってますね。心拍数上げつつ、はい、雪のなんかこう踏み違うじゃないですか、はい、ここズボー、あここ買ったズボー買った、あみたいな、はい、リアクションの連続じゃないですか、はい、それをこう受け入れて一歩一歩進んでいく。でちょっと雪のこのシーズンによっては木の枝が人間ぐらいの高さに生えてる時期だったり、はい、もう木が全くない時期だったりあるんですけど、この間は木がちょっとあったんでそれをこう雪のこの足取られる中でこう左右に外していくみたいなのもなんか途中で思い浮かんで楽しんでやってました、ね、なるほどね。あとまあ最後頂上っていうんですかね、まあ頂上とは言わないですけど目的地まで行ったじゃないですか。そこでこう叫んでましたけど、はい、覚えてます？来年は結婚するでしたっけ？違う俺の話いいんですか今のちょっとやめてもらっていいですか？いや使ってください2024年最初2024年 USC 契約ああいうね、なんかこう気持ちがこう高ぶって叫んでもらったんで、はい、やっぱマックスの大声出せる環境ってない。ここでも出してたら言われますかし、言われますし、確かにジムでも「あー」とか言ってたら「お前何やねん」みたいな。確かにそのサンドバッグの「はっはっ」とかあるけど、せっかく山行ったんだから、はい、大声でね好きなこと言えるじゃないですか。そうですね、はい、せっかくだし、はい、楽しいしすごくやっぱ楽しかったですね。そうですよね、はい、大声でポジティブなことを言うのはすごいいいことですから。なるほどね。バリア張るらしいですから、ネガティブなものに対してのバリアがバチーンって張れるんで、まあそういう感じで楽しく青森ではやってますね。小屋戻ったら温泉あるし、はい、でああいう環境でジムじゃないけど、はい、そういう修行できるような場所を作れたらなって、はい、ヘンリーともよく話してますね。まあなんか自然と調和取りながらこう強くなって、そこにまあまあプランとしては地元の身寄りのない子どもたちを支えてあげられるような環境にして、ご飯を作ったり一緒にとかで格闘家が生活しているようなイメージもなんかふんわりあったりしてますね。なんかすごい強くなるにもいい環境だと思うし、こうリフレッシュするにもいい環境だと思うし、っていう意味でやってます。以上が青森に行って雪山を登る理由でした。興味がある方はぜひ登ってみてください。すごいいい体験になると思います。はい、青森の岩木さんがおすすめです。ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。2024年最初、はい、前哨です。
2024年 UFC 契約会来た頑張ります。